こんにちは、イラストレーターのヒロです。イラスト制作講座、入門者必見、描写力を鍛える最速メソッド実践講座ということでね、これから皆さんと一緒に勉強していければなと思っております。結構ですね、私の知り合いの中にも、いっぱい絵を練習したのに、全然上手くならないっていう人が結構いたんですけど、そういう人たちは、私の勝手な考えですけど、多分観察がしっかりできてないんじゃないかなって思います。文字は誰でも書けると思います。私は20年文字を書いてると思います。その20年費やした文字のクオリティっていうのがこいつなわけですよ。実際にお手本の絵と比べてみると、もうこの差は歴然ですよね。というところでですね、お手本がない状態でですよ、練習をずっと続けてっても変わらないわけですよ。お手本がないから。でも、ちゃんとお手本を使って、じっくり時間をかけて、同じ絵を何度も描いていった人は、どんどんお手本の絵に近づいていくわけです。これをちょっとイラストだと思って考えてみてください。模写とかデッサンとかね、やった方がいい理由、めちゃくちゃわかりやすくないですかね。それでは、この当たりの取り方というところから入っていこうかなと思います。ここはですね、対象物をこれから模写していく上で、一発でやっぱ正しい線を描くってすごく難しいんですよね。最初に、お手本のない練習方法は全く意味がないみたいなお話ししたと思うんですけど、こいつを書くのはすごい簡単なんですけど、これと全く同じ文字を書いてくださいと言われたらすごく難しくないですか？私たちはそれをこれから絵で描こうとしてるわけ。もっと難しいんですよね。今回私が皆さんのために模写用の課題を作ったと思うんですけど、こんなん一発書きできないわけですよ。なんで最初にラフを書きます。デッサンするときに私美術部に入っててよくこれ使わされてたんですけど、これを持って各対象物をこうやって区分するんですよね。で、こうするとさっきよりかは長さが取りやすいんじゃないかなと思います。今回はデッサンスケールみたいな補助線を使って絵を描いていこうかなと思います。それでは実際に描いていくんですけど、今回はこの補助線を基準にして対象物を取っていこうかなと思います。では始めていくんですけど、これから皆さんにやってもらうことは人間感覚定規をやってもらいます。こいつを模写していくんですけど、この補助線に対して例えばこの頭を描こうってなった時に、この補助線のだいたいこのぐらいの幅っていうのがあるわけですよ。これをちゃんと読み取ってこっちに書き写してもらいたいです。このキャンバスのここからここの頭に当たるまでのここの幅でまずポイントを取る。例えばここだとここですね。補助線と頭の線が交わる点。ここだったり、ここだったり、ここだったり。人間感覚定規っつってるんですけど、定規の部分はここですね。キャンバスの端から対象物に当たるまでのここの長さを実際に定規使って書いてもいいですけど、できるだけ感覚で書いてください。このね、幅。どうかな？合ってるかなこれ。感覚定規マン。ちょっと短いですね。みたいな。それと、もう一つ、ポイントを意識するのは、空間の大きさっていうところをイメージしてください。またここの頭のところに戻るんですけど、ここを書くってなった時に、ここの空間の大きさってのをちょっと考えて書いてください。で、このでっかい空間を見るよりは、ちっちゃい空間を見た方が正確に取れるんですよ。でっかい方を取るって結構難しいんですよね。同じポイントでも、ここの長さとここの長さ違うじゃないですか。ここの長さが長ければ長いほど、やっぱ感覚ずれてきちゃうんですよね。あと、最後に注意してもらいたいのが、見ないで書くことをやめてください。よく美術部に俺が通っていた頃に、お手本のものをよく見なさいって言われてたんですけど、3秒お手本を見て1秒書くくらいのペース。なんならもう見る時間の方が長いぐらいのレベルで書いていってください。描写力とは観察力によってできるという、観察をよく意識して書いていってください。それでは始めていきます。わかりやすいように赤で描いていきます。ではまずざっくり頭を取っていこうかなと思います。まず頭取っていくところで、多分ここぐらいの幅なのかな。このぐらいの幅かな。ここですね。で、多分この長さでいったらここなんで。で、ざっくり取りましょう。ちょっと意識してもらいたいのがここのエリアですね。角に当たってここがどれぐらいの大きさかっていうのと、補助線のここかな。こ
こに対して、この頭の大きさがどれぐらいかっていうのをちょっと意識してください。最初から正確に描くのは難しいので、なんとなくでいいです。で、ちょっとよく見てほしいんですけど、この線、今撮った感じだとこうまっすぐになっちゃうんですけどね。若干ここが膨らんでるのわかりますかね？なんで、全体的に丸で入ってきてるわけじゃなくて、ここら辺はちょっと垂直っていうか、変化がなだらかなんですよね。で、ここら辺からカーブが始まってて、止まるみたいな。そこら辺もちょっと読み取ってもらえると。で、読み取った上で、カーブが始まるぐらいの場所がここなんで、ここら辺からカーブが始まるになってくるかなと思います。で、ここも同じっすね。結構垂直気味。ここで線切ると長方形みたいな形になるんで、総ゼレでいくとここら辺か。で、ここでポイント取ってもらって、で、なんとなく形を取っていきます。で、形がおかしかったらちょっと修正入れ。ちょっと今綺麗すぎますけど、もっとざっくりでいいですからね。ここの幅、ここの大きさをなんとなくイメージして、この辺かな？形を取っていきます。で、ここも、ここからの幅か。で、結構こっち広いですよね、これ。こっちからの距離も意識してもらいたいんですけど、ここの点からの距離の方が近いんで、こっち側の距離も意識して書いてほしいです。多分ここぐらいの距離感かな？そしたらちょうどいいかもしれない。どうでしょうか。こうしてみると、こっちの壁の大きさに比べて、こっちの壁の大きさの方が広くないですかね。ここに入るボールの大きさと、ここに入るボールの大きさが違いますよね。ってなったら、間違ってるっていうところです。間違いに気づけたので、修正していきます。さっきのお話で、絵には正しい線があるって言ったんですけど、正しい線を描くときは、清書するときなので、ここは形を取ることだけに意識してください。正しい線はいらないです。正しい大きさを取ることを意識してください。で、ちょっとここ難しいんですけど、この髪の毛の落ちてくる、ここの部分の点、ここの線と、肩のここの線が交わる、この点を取りたいので、ここもなんとなく、この補助線からの長さと、下の補助線からの長さを意識して、取っていきます。ここかな？ここで意識するのはここの空間ですね。ここに挟まるボールの大きさがどれぐらいか意識してみてください。大体合ってんじゃないかな？輪郭を取っていこうかなと思います。輪郭多分ここからこう始まっていくんで、ここの幅とここの幅を確認しましょう。さっき書いたここの幅に合わせて、ここら辺から、ここでしょ？で、ここで点取ったとするじゃないですか。そしたらここの点で、今度ここまでの補助線を取って、ここの幅をなんとなく意識してみてください。ここの空間を意識すると、若干広さが足りないかな。もうちょい取ってみるか。で、顎っすね。ここの顎の頂点が、ここの幅がどれぐらいか、ここかな。この幅を取っちゃったらやりやすいかもしれない。ここだいたい同じぐらいかな。ここの幅を取って、ここだと多分ここら辺が頂点に入ってくるんじゃないかなっていうのを考えると、ここら辺に顎が来るかな。耳が、よくここの部分を見てください。だから、こう横に見てた時に、なんとなく多分ここぐらいから点が始まるわけですよ。で、ここの距離もより意識してください。大体一緒じゃないですかね。ちょっと消しちゃいます。というところで、ここを取っていきます。髪の毛の長さがここなんで、ここの空間がどれぐらいかっていうところで取って、かつ耳の高さ、ここですね。耳の始まりがここなんですけど、ここと若干ずれてるんで、多分ここら辺から耳が始まってます。ちょっと難しいですけど、目のとこに入っていきますね。で、ざっくり目取っちゃってください、こうやって。目の位置を最初に。こっちも。で、この線からちょっとはみ出るぐらい。で、ここに補助線の交わる点があるんですけど、この交わる線に若干つくかなぐらいのところに目尻がありますね。目尻がある。で、目頭がもうちょい短い。ここら辺かな。こうやって補助線の、例えば補助線ここにあるじゃないですか。ここからの見た感覚もそうだし、逆の補助線のこっちから見た幅もそうだし、いろんなものと照らし合わせて、そこの位置が正しいかどうかっていうのを考えながら当たりを取っていきましょう。で、目が、こいつなんか若干こう斜めに入ってってるんですよね。というところで、ここら辺かな。ここの点から、このスペースがあると思うんですけど、このスペースぐらいで取っていく。アナログの人はあまり濃く書きすぎないでくださいね。後で消しますからね、これ。で、これよく見ると、補助線からちょっとはみ出てるんですよね、目が。はみ出てる補助線、これぐらいだとして、ちょい外側に出てもいいのかな。で、目の大きさってのが、こことここら辺かな。2つでいいや。で、もう一個さ。補助線がありますと。で、こことここの幅ぐらい。ここぐらい。で、こっちの眉毛は、この線に交わってる。
かつ、この点よりちょっと上ぐらい。なんとなく形出来上がってきましたね。こことここの交わる線からここまで。で、ここの幅がいくつか。交わる線がここで、ここの幅。こんぐらいかなから次はここに繋がっていくのか。見えづらいから。ここの点のここの線ですね。この首のこの部分っていうのが、ここよりちょっと高いんですよね。この長さが違うんで修正します。ここからってなってくると、見てわかりますかね。この空間の大きさが若干小さいかなって気がするんで、もうちょい大きくしないといけない。で、首がなんとなく斜めに落ちてるのに対して、これ外側に落ちちゃってるんで、この修正。この模写に関しては本当にただ見ることでしかできないんで、定規になった気持ちでいっぱい描いていってください、線を。線いっぱい描いていくと、なんとなくそこの長さが分かったりするので、分かんなかったらもう線描きまくった方がいいですね。この大きさと、ちょっと違うな。ここが一緒ってなったら、この辺かな？首の長さ、もうちょい下げてもいいか。わかりますかね？ここのスペースの大きさと、このスペースの大きさをこっちで割り出そうとしてますけど、ちょっと、ここら辺だな。そう考えると。このぐらいか。しないとダメで、かつ、この首の先端が、この補助線ちょっと交わるか交わらないかぐらいなんで、そんぐらいに収めておきましょう。なんとなく頭できてきましたね。こんな感じでどんどん書いていきましょう。ここが1によるんだなってる。もうちょっと遅いか。すっごい集中力使うんだよ。こんな感じか。鼻の位置はどこぐらいだ？こことここの幅がちょっと違うんですよね。違いがずれてんのかな？でもなんとなく形になってきましたね。で、ここは、こことここのストロークがすごい長いんですよ。なんで、結構書くのむずいです。こういう時は、ここから線が始まってここで終わるわけですけど、この中間あたりになんとなくのポイントを打つと、線描きやすいかなと思います。で、こいつなんですけど、この大きさで考えると、点でいくとここら辺で、ここが難しいですね。こことこの幅がちょっとこっちの方が狭いんですよ。で、ここの線の長さに対してここの線がちょっと短いってことは、多分ここの顔の輪郭の部分が若干こっち側下に行ってる可能性があるので、今度は上に修正していきます。ここちょっと近づいたかもしれないですね。ここちょっと違うのかな？耳をちょっと上げますか？で、ここら辺かな？ここに当てはまるように、ここでよく見ててくださいね。ここの空間の大きさか。ここの空間の大きさとここの空間の大きさが同じじゃないといけないんで。首が邪魔だな。で、ここのね、空間を意識して多分ここら辺かなって取りました、今。ここら辺かなって取って、で、ここに繋がってくんで、線の形をよく見て、そんなに変化がない線、まっすぐな線なんで、一緒に切っちゃいますが、ここは、この点とここの点を意識しましょう。これと、ここら辺かな。で、ちょっと取ってって、で、この肩の終わり、ここの幅と、ここの幅を意識してください。ここと、高さこんぐらいかなっていうところで、難しい。こっちの方がわかりやすいか。って考えると、もうちょっとちっちゃい。なんとなく形取れてきましたね。で、最後髪型に行きますか。髪型は、もうパーツごとにこいつも分けると取りやすいです。ここのパーツと、このパーツと、ここのパーツですね。全部消しちゃいますか？多分ここぐらいの大きさ。ここら辺から切って、で、ここに沿って同じく。ここは目の位置がちょっと違うのか。ここに持ってきて、ここっすね。ここの長さに合わせて、ここら辺から落ちるのかな？ここら辺から落ちてここに入ってくる。だいたいあってそう。で、線に移って、この髪の毛を基準にすると、鼻の位置がもうちょい高いのか。高くついてて、ちっちゃいのかな？口が多分違うな。口がもう少し上にあるの。だいぶ形が似たんじゃないかな。で、ここに目尻を通って、ここら辺に入っていって、っていうのがもうちょい短いな。で、ここら辺から入っていくのか。って感じで、なんとなくの当たりを取っていって、多分ここの空間の大きさとかが若干違うんですね、こっち。っていうところも考えながら、修正して、書いて修正してみたいなのを繰り返して当たりを取っていきましょう。これをどんどん続けていくと、当たりを取るスピードがすごく速くなるので、意識してこれから書いていってほしいなと思います。
セクション5のイラスト制作実践というところで、今回8番の最後の仕上げのところをやっていこうかなと思います。前回ここまで書きましたね。大体も書けてるかなって感じはするんですけど、ここからもっと気になってるところとかを修正して、プラスで塗り足していくっていうところと、あとはグラデーションマップとかフィルターとか加工レイヤー使ってしっかり仕上げていくみたいな。それでは始めていきますね。こんな感じで終わりました。結構カラフルに仕上げられたのと、最初に書いた構図に合わせてかけてます。レイヤー使ったんで、この後皆さんにいっぱい見てもらえたらなと思います。